現場ボーン。新要素水の悪潮により3度も町を崩壊させてしまった我らのビーバー。そして軌道に乗ってきた4度目の町での初回の悪潮。でもまだ対策なんてしてないので見てるだけ。これを耐えて汚水に負けない町を作るぞー。悪潮発生翌日。汚染水に近い植物や木が枯れてきた。これは汚染濃度と汚染水との距離で、侵食されてくる範囲変わる感じかな？今は水門とかないから水位は多分一定、濃度は汚染範囲に関係してそうだ。汚水で回る小型水車完成。汚染源は干ばつ関係なく湧いてくるから、水車との相性いいぜ。悪潮発生2日半で、2列目のベリーが枯れちゃった。ビーバーの命の源が散った。こんな感じでわずか3日間ではあったけど、汚水の影響を感じつつ悪潮終了。近くのクレーターも汚染されたが汚水垂れ流しだったから、隣のクレーターも赤くなってんぞ。まあまだ何もできないから、次の災害までに汚水が薄まるのを願うしかないよ。だな。じゃ町開発ってことで歯車製造場建設開始。歯車はいろんなところで使うから、早めに安定供給できるようにしたいぜ。端っこの方も無理くり伐採。もう気がないんじゃ。そんな中7日の干ばつが到来。これくらいなら楽勝だ。遠く離れた遺跡に清掃員の起点を設置。人類の残したと思われる遺跡で、ビーバーたちがスクラップを集める。ベリーが枯れたのを見て、ビビって倉庫を追加するのず。ベリー、それは緊急時の時まで誰も食べない不人気食品。歯車の供給も始まったので中くらいのタンクを建設。これ一つで小さいタンクの10倍の水が蓄えられるぜ。ちまちま伐採、多く1本切れれば元は取れるぞ。まあもう多くも育ってるけどね。おい。特に何も困ることなく干ばつが終了。むしろ汚水も蒸発するのか汚染濃度が下がったっぽいぜ。こりゃ助かる。さてスクラップも溜まってきたし精錬所をアンロックしましょ。だが科学ポイントが足りない。じゃビーバーの子供が増えて家いっぱいだし、建て増し。ビーバー増えすぎて町を崩壊させないかとビビりながら家を増築。中タンクが完成したので小タンクの水を移し替え。これでビーバー増えても水の供給大丈夫かな？多分ポンプ止まったら終わりかな？こりゃ長期の汚染に耐えれる準備もしないとだ。気持ち干ばつ対策の願いも込め、小さいタンクの跡地にちょっと深いところまで吸えるポンプを建設。アイアンピースのポンプは深さ6までいける優れもの。こら無職、働けー。深夜に発明家を増築。多くの木ががっつり育ちました。これなら多少は大規模建築できそうだ。元無職たちの頑張りもあり精錬所アンロック完了。ビーバー、鉄の時代に突入だぜ。となると足りなくなるのは動力、小型の水車を建て増し。小型の水車は丸太だけで作れるから増設が簡単で助かるぜ。あ、そういえばビーバーの欠けた葉を研ぐ、葉の砥石なんてのもあるので設置。お、干ばつ来たぞ。今回は9日か。地味に伸びてきたけど平気かな？まあ気にせず新たに追加されたビーバーの孫の手マシン、スクラッチャーも設置と。ビーバーが背中かくのか？面白そうだな。金属ブロックの保管用に資材置き場建築と。使える土地がだいぶ減ってきた。精錬所がなかなか立たぬ。スクラップの採取場所が遠すぎるのじゃ。真ん中のクレーターの汚染濃度が下がってきたらしく、水の色が青っぽくなってきた。これで悪潮来るまでは水の心配はなさそうだな。干ばつ終了。楽勝だったぜ。そして精錬所も完成して稼働開始。だがスクラップ持ってくるのが遠すぎて、生産が滞っております。じゃあお次は爆薬工場。爆破ジャンキー御用達の薬品工場が来た。シェ。今回のアップデで原料が紙から汚水に変わっております。汚水用の汲み出すポンプに汚水保管するタンクも必要。さらに動力もいるから爆破はもうちょいお預けだな。さて家がいっぱいなので、建て増し。いいペースでビーバー増えてきてるな。まあ精錬所に爆薬工場に汚水ポンプと労力必要だし、まだまだビーバー足りてない感じだよ。もっと増やしたいけど水や食料の枯渇が怖いぜ。ハゲ山だった場所も今じゃちょっとした街感出てきたよ。今回は見た目気にしてる余裕ないから、いつもと雰囲気違ってなんか面白いな。ビーバー増えたしポンプ追加。さらに一段低いところまで吸えるようになったぜ。高いところにあったポンプは壊してタンクに建て替え。あ、干ばつ来た。9日間かまだ平気かな？これくらいならまだ余裕。ってだー、食料ないじゃん。安定のやらかし。干ばつ初日になんてこった。悲しきビーバーの腹ペコアイコン。無職がおったので運搬員の拠点を建設開始。
優先度下げて、他で欠員出た時用の補欠待機所の扱いになっております。植えたくなければ野生のベリーを急いで収穫するのだ。ベリーがなくなったらビーバーも増やせないから下手したら積むぞ。ベリー急げー。ビーバーたちがガリッガリに、泣きながら発明家を止めて人員を確保。3匹のビーバーを失ったが労働は続く。小さな水車で爆薬工場のエネルギーを作るのだ。効果あるか微妙だけど水流も操作しときましょ。堤防で川幅を狭めた。そうだ、汚水用のタンクと爆薬置き場も作らなきゃ。適当な隙間に設置しやがって、絶対これ後でどこに作ったか忘れるぞ。何のこと？もう忘れたのか頭ビーバーかよ。ひらめいた。小さな倉庫でスクラップ選んで、ここに取り寄せ設定すれば、精錬所の鉄インゴット作成の効率が上がるのでは？気づくの遅いよ今更だな。今後はこういうのも考慮しましゅ。で色々あったけど間伐が終了。食料もなんとかプラスに転じたな。3匹やらかしちゃったけど、3匹増えたので結果プラマイゼロであります。ですったビーバーは帰ってこないけどな。糸かなし。お亡くなりになったビーバーに哀悼の意を表し、悪潮で枯れそうな土地だけどキャッサバの栽培を開始。どの土地でも長期間悪潮来たら枯れそうだし土地が微妙なのは仕方ねえな。遠くで収穫したキャッサバを発酵所に運びやすいように、搬入先の小さい倉庫を建設。スクラップの剣で運ぶことを学習したな。お取り寄せ。そして間伐明け6日後、今度は15日の間伐が到来。ハード難易度さんが仕事し始めてきたな。悪潮よりかはマシだけど地味に長い。でも悪潮までの猶予期間と考えると助かるかも。ポジティブだな。汚水ポンプを、アンローク。夜中にやるなよミニキーだろ。ごめんちゃい。爆薬の原料になるので真横に立てた。効率重視。命の源ベリーを大量に保管するため、大きな倉庫に建て替え。不人気食品ベリーは在庫溜まりやすいから、これで飢饉に備えるのじゃ。汚水ポンプも稼働し爆薬の生産も開始。これで地形が操作できるぜ。お次は遠心分離機をアンロック。汚水を生成物に分離できるマシーン。動力200も使うし設置場所に悩んだよ。土地、今シリーズ初の葉っぱ火薬庫の上で爆破とかロックな生き方にも程があるぞ。爆破で吹き飛ばしたスペースに、遠心分離した生成物用に中くらいのタンクを設置と。てか遠心分離って飲める水に分離するんじゃないのね。いやそれだと普通のポンプにフィルターついてるから意味ねえだろ。そうだった。悲しき残念なビーバーのビーバーがはまらないようにちまちまシャフト工事中。変な順番で工事するとビーバー取り残されちゃうぜ。真夜中に、かけた前歯を、整える。美意識の高いビーバーの心の俳句。てか労働時間が長すぎて夜しか自分の時間がありません。現代人と一緒だね。やったね。こら。悪潮対策に、真ん中のクレーターをつなぐ水路をダイナマイトで底下げ工事。水位が下がれば枯れる範囲が減ると予測。そして長かった15日間の間伐終了。クレーターの水はまだまだ残ってるし超楽勝だぜ。ただ前回の食料なんでベリー止まってたから、新たなビーバー生まれずビーバーの数2匹減ったよ。工場で怪我するビーバーも多発し、労働力不足に。医療ベッド追加しときましょ。ビーバーの福利厚生向上が望まれます。で今度は17日の間伐が到来。普段やってるマップとかだと、ダムとかないとかなり厳しい期間。我らには無敵のクレーターさんがある。多分楽勝。悪潮にビビって植林控えてた場所に、アプデで追加されたコーヒーの木を指定。そんなんも増えてたのな。夜中にこっそり背中をかくビーバー。あら可愛らしい。遠心分離機も無事稼働開始。でも人員不足なんでワンオペでオナシャース。ただいま子ビーバーが成長するのを見守り中。毛がビーバーでベッドいっぱい。普通にかわいそう。医療ベッドさらに追加だー。小さな隙間に無理くりねじ込めー。そして研究ポイント1200も使って、トリプルダイナマイツ、アンローク。なけなしの研究ポイント全突破。このデカさがたまらん。爆破ジャンキーがワクワクし始めた。それでは行かせていただきます。はっぱー。さあトリプルダイナマイトの威力はいかほどか？普通に下3マス穴が開きました。設置に生成物使うけど、こっちの方が爆薬節約できて便利かもな。性能は理解した。爆破の時間だー。爆破ジャンキーの爆破魂に火がついた。爆破ー。こうしてハゲ山爆破作業が始まった。
はっぱー。昼間の住宅街だろうと問答無用のトリプル大爆破。シェシェシェ。微妙な段差も削って農地を拡張だー。農地に適した土地ちょっとゲット。こっちも忘れてたけど、はっぱー。これでアクシオの被害が少しでも減ってくれるといいんだが。でこのままだと綺麗な水も流れちゃうので、二重水門をアンロック。こんな感じで建設よろ。旧サイクル目でやっと初の水門建設開始。水汚染されたら病気になるからダッシュで建設。あと数日は干ばつだから多分大丈夫。そして手に入れたダイナマイトで遠い汚染源を制するため工事に着手。まだ町も不安定なのに大規模工事やるんか？さすがに遠いし一気にやるのは資材が足りないから、少しずつやるであります。一体どんな工事をするのやら。汚水が足りないのでポンプ追加。このマップは爆薬の材料の汚水がお手軽に手に入るぜ。17日の干ばつ無事生還。青々と輝く中央クレーターさんが頼もしいぜ。はっぱー。ではダイナマイトを手に入れ地形の改善にも着手したところで今回はここまで。面白かった。続きが見たいと思っていただけたら、高評価ボタンポチッとお願いいたします。更新速度が気持ち速くなります。しょぼいアクシオでもそこそこの被害を受けてしまったビーバーたち。次回あたりヤバいアクシオが到来するのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。